カンタス航空のレビューがめちゃくちゃ悪いんだよ。マジでブルータルなんだ。最近のも10点満点中1点。残念な経験だった。人生で最悪のフライトだった。1点、スタッフが無礼で不愛想。2点、カンタスは国の恥だ。オーストラリア人であることが恥ずかしくなる。だけどなぜか2023年の世界トップ20にランクインしている。どういうことなんだ。その真相を確かめるため、僕は10時間の国際線フライトを予約した。だけど日本を立つ前にやることがある。すべての持ち物を箱に詰め込むんだ。アメリカに送る方法も考えなきゃ。不可能に近いって聞いてるけど、これはファンレターの山。それが終われば羽田へ。カンタス航空の進化はいかに。シーズン後の荷物整理には慣れてるけど、今回は国をまたぐから税関申告書に中身をすべて記入しなきゃいけない。各アイテムの原産地と単価を記入する。荷物は厳格にチェックされる。だから箱の中身を全部リストアップするんだ。時間がかかりそう。ほぼ終わった。グラブ以外は。これはサインしてベイスターズのオフィスへ。ヤバいグラブ、バウアーバージョン。ヒーローショーのスピーチライター。日本語はすべて上茶谷くんが教えてくれたから、お気に入りのアイアンマンは彼にあげる。それじゃ、ファンレターを見ていこうかな。心からの歓迎と愛を感じます。本当にありがとう。全員に返信できないことを本当に申し訳なく思ってる。こんなにたくさんあるから。すべて見るのは時間がかかるね。いくつか読んでみるね。トレバー・アンドリュー・バウアーさんへ。こんにちは、一生応援してるよ。では、さようなら。スクイーズにサインして。了解。タイプされた手紙だ。私は英語が得意じゃないのでチャット GPT を使って書きました。もし変だったら AI に代わって謝ります。日頃の感謝と応援の気持ちを込めて私のおにぎり屋の手ぬぐいをプレゼントいたします。緑なので、クリスマスに家に飾ると日本を思い出せていいね。あなたが被っていた帽子を販売していただけませんか。了解。トレバーバウアー .com へ。残念ながらフルフィットは用意できないけど、スナップバックになってるから自分で調整してね。これ最高。見て。カビゴンのアイマスク、今夜から毎日使う。ポケモン折り紙だ。プリン、ピカチュウ、緑のエリック、青のエリック。紹介しきれない。手紙を送ってくれたみんな、本当にありがとう。これでいいかな。詳しすぎる。下に円で合計を書けばいいんだよね。現在1時フライトは8時間後だけど遅れてるそう。カンタス航空からお知らせのメールが届いたから助かるね。箱の中身を全部書いたのに、さらに口頭で聞かれるの。めんどくさい理由がわかるわ。ありがとう。すべての思い出が発送された。ちゃんと届くといいな。これだ。カンタス航空のチェックイン。空いてるね。荷物を持ち上げなくていいんだ。オーストラリアの観光ビザはありますか？どうやら電子渡航ビザを申請する必要がありそう。今7時14分、9時予定の飛行機は遅れてるから10時発。間に合わないかも。背景はシンプルに申請者の顔に影ができないように。ありがとう。レイチェルがこれでいいっていう。帽子を取って。帽子は大丈夫だって。スーツケースの新たな使い道。他のビザはあるか。ビザあったっけ。早めに来て飛行機が遅れてよかった。でも申請から手続きまで12時間かかるって、どうしよう。ビザが降りた。あなたがダメなら一人で行くね。マジ？必要なら最初に言ってくれればよかったのに。まだできてない。こうやって。よし、ビザが降りた。フライトに間に合いそう。いるけど。キットカットは？パスポートが先だ。リュウ、コウキ、本当にありがとう。じゃあね、リュウ。
後期、今までありがと Hi. Thank you. う。なんとか間に合った。最初の店がこれ、ちょっと香水見たいんだもん。連れてこられたんだけど、だって迷子になりたくないでしょ。カンタスのラウンジに行くんじゃないの？ビジネスクラスだよね。日本からオーストラリアまでのチケットはいくら？片道4000ドルちょい。直前じゃなかったらもっと安いよね。ビジネスクラスでは安い方。4000ドルのビジネスクラスはどんなだろう。まずはカンタス航空ラウンジ。他と提携してるラウンジだね。セキュリティはどう？食べ物の自販機、こないだの動画の時、これがあればよかったのに、サンドイッチやパンがある。不公平だ。これがあれば自販機でサバイバルできたのに、まだ見てない人は見てね。自販機だけで24時間チャレンジをやったんだ。ここからどうぞ。Yeah. カンタスのラウンジ。お酒のことはわからないけど色々あるね。スナック菓子やパンもある。コーヒーに、ジュースも。ラウンジアプリで、シャワールームを無料で予約できる。シャワーを浴びて寝る準備をして飛行機に乗る。どんな料理があるかな？フィッシュ&チップス。もうできたって5分くらいだ。ありがとう。7ヶ月もお箸を使ってたから、フォークが下手になった。ただでご飯が食べられるなんて最高なんだけど、最高に美味しいってわけじゃないな。ラウンジにほとんど行かない僕でもわかるくらい、シャワールームを予約した。でも30人待ちだから、フライトに間に合わないだろうな。そろそろ搭乗時間だ。まだ22人並んでる。シャワーは諦めよう。残念な終わり方だった。日本であなたの動画に登場できたらそうなの？いいなって言ってたんです。動画に出すよ。名前は？タイラー・ジャクソン。君は？エリオット。ドジャーズにハマってからファンになったんだ。そしたらあなたがドジャーズに来た。ありがとう。帰国するの？今日は東京ドームと美術館に行った。いいね。ジェットコースターも乗った。どう思う？カンタス航空のセキュリティは何点？何点？セキュリティ？そう、警備。羽田の警備？止められてたよね。そう、止められた。ハサミの長さが50ミリ長すぎた。カンタスラウンジはどうだった？僕よりラウンジの経験が豊富でしょ。僕のサウスウエストにはラウンジがない。そうか。パートナーラウンジは微妙だったかな。そのドッグはラウンジじゃないってこと？ラウンジにしては6点くらい。食事はまあまあ。普通かな。ラウンジに期待する食事としては、平均より少し下なのかもね。でも、とても親切だった。ゲートで搭乗券をラウンジに忘れたことに気づいて、新しいのがもらえるか聞いたらスタッフがすでに届けてくれていたんだ。6点。ラウンジには良い評価。目標は？オーストラリアなまりの習得。12日しかないけど、行けそう？オーストラリアなまりで行ってみて。I don't know, mate. G'day, mate. Say CAIRNS. Kens. R は？そこがオーストラリア。州とか県のことをなんて言うの？州？町。ケアンズは町。だからさ、G'day, how's it going? 何列目？ 7位。どうぞ。これから10時間。ここがお家だ。何があるかな？ポーチと枕と毛布。エコな素材。水とヘッドフォン。足元は広いかな？足伸ばせる？インフォテイメントがある。インフォテイメント。朝食のメニューが選べるけど、ディナーはなしかな。夕食も出る。今出るんだよね。何が入ってるかな？何がある？アイマスクがある。靴下。耳栓。これは
歯ブラシかな。ハンドクリーム、フェイスクリーム、リップクリーム。睡眠のためのグッズだね。夜行便にはありがたい。ブロガー活動休止中。カメラマン活動中。カメラを貸して。行くよ。乾杯。英語に戻していいんじゃない？không nhờ. オーストラリア風に、チアーズ、マイト、失敗した。小指を立てるんだろ？気取ってないもん。言い方。パジャマはいかが？ありがとう。点5。パジャマどうぞ。ありがとう。試さなきゃ。僕の作品はどこで見れる？ Hi everyone, we are paging the following customer. 書き消された。レイチェルのインスタチェックして。僕が撮った写真を見てね。カタール航空のパジャマは最高よ。デルタではもらったことない。僕が好きなサウスウエストはパジャマなんかくれない。食事もないし、枕は取り上げられた。昔は支給されてたのに。Hi everyone, it's great to welcome you on board. The service supervisor and the crew will be looking after you tonight. リクライニングは十分。良さそうかな。非常口付近にお座りのお客さんで USB ポートは離陸をご使用くださいますようお願い申し上げます。マジか。ビジネスクラスはあまり乗らないから見たことない。必要なければ元に戻せばいいみたい。これってどうなんだろう。寝転んでみないとわからない。離陸した。正直なところ、すべて順調だ。ライトはどこ？ OK。おかしいな。スタッフが親切だよ。たった今、2つの致命的なことが起こった。その1、CA との楽しい会話。彼女に重要な質問をした。ケアンズの発音は？確か。Cairns. レイチェルはこう言った。Cairns. 彼女は何て言った？ Ken's. R はない。この後ずっとレイチェルにどやられる。もう一つ悲惨なのは Wi-Fi がないことだ。それじゃ台無しだ。旅行が台無し。来年から導入します。ありがとう。ずっとモメンタムっていうチャンネルを見てた。みんなも見てみて。リンクだよ。ディナーだ。パンとサラダ。典型的だけどサーモンの盛り付けがすごい。これが機内食。飛行機で食べた中では最高だね。風味が良くてパサパサしてない。口コミではカンタスの機内食は最低ってあったけど、そんなことない。スタッフは素晴らしいしビジネスクラスだからかな。とにかく悪い口コミには同意できないね。Wi-Fi がないなら機内エンタメが充実してないとね。ノイズキャンセリングは？貯めてみよう。電気を消すけど。撮影の邪魔にならないか聞いてくれた。ポイント高いよね。邪魔って言ったら電気はつけっぱなしになったのかな。撮影のために。はい、写真ね。快適なヘッドフォン。雑音はしないし、音質もいい。YSP に没頭できる。パジャマを着てみよう。3、2、1。長袖長ズボン、快適だ。高級じゃないけどパジャマなんて着たのいつぶりだろう。子供の頃かも。ごめん、ベッドは倒せるみたい。完全に。実に素晴らしい。普通ならこんなことしないけど口コミでは、スタッフが無礼で、基本的なことにも応じないと書いてあった。ビジネスクラスでは頼むとベッドメイキングをしてくれるんだ。枕も布団も全部取ってベッドメイキングをしてくれるんだ。ほら。レビュアーは何を言ってるんだろうね。本物のベッドみたいになったよ。短いけど快適に眠れそう。起きたら感想言うね。おやすみ。爆睡してる。カビゴンと。おはよう、朝ごはんだ。
何があるのかな？フルーツ、ミューズリー、クロワッサン、卵とパンダ。オレンジジュースとこれは何かな？寝る前に朝食の時聞き越してにチェックしておいた。普通は着陸の1時間半前とかなのに45分前に起こしてくれた。いいサービスだ。フルーツが新鮮。クロワッサンうまい。フランスの朝の焼きたてクロワッサンとは違うけどフレッシュだ。なんだこれ。これ何？同じ？キッシュって何？卵焼き？知らない？了解。ミルクでしょ。ミューズリーおいしい。どうしたの？まだ半分寝てる。オーツミルクだと思ってコーヒーに入れたらパイナップル味のエナジードリンクだったの。最悪じゃないけどおすすめしない。昨日寝る前にオーストラリア出身の CA に聞いたんだ。観光客が知らない現地のおすすめは何かって。彼女は忙しいから覚えてないかと思ったけど、今朝このメモを届けてくれた。8つの提案が書いてある。わざわざ書いてくれたんだ。オーストラリアにタッチダウン。スムーズな着陸、安全で快適なフライト。ありがとう。僕らのフライトアテンダントとっても優しくて親切だった。10時間の長いフライトの後ホテルに着いた。僕らの体験と辛口レビューを比べてみてみよう。不満の第1位はスタッフだ。僕の経験は全く逆だった。スタッフの対応はとっても良かった。基本的な問い合わせにも応じず、無礼で不愛想だったという意見。あなたの CA さんは素晴らしかった。全く事実じゃなかったね。9点をあげたい。2つ目のクレーム、飛行機の遅延の連絡がなかった。これも嘘だよね。3回通達があったから。すごく助かった。1時間半ほど遅れはしたんだけどね。長蛇の列の苦情。搭乗の仕方が微妙。グループに分けてくれないから大行列。ビジネスクラスでも。列は長かったけど効率的だった。合格点だ。機内エンタメが壊れてたと言っている人がいるけど、10時間 Wi-Fi が使えないのは痛い。そこはマイナスだな。たまに壊れてるのがあるんだ。そういうこともある。それはわかる。Wi-Fi もなかったし、エンタメは問題なかったよ。画面が大きいし。繰り返すけど、ビジネスクラスだから画面は大きいわ。ヘッドホンも良かった。音質も良くて雑音を消してくれた。総合評価をつけるとしたら、8点。悪いレビューが理解できないね。